もやもや探検。はい。では今日はもやもや探検コーチ養成スクールのかなこさんにお話を聞きます。よろしくお願いはい。します。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、かなこさんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思ったきっかけを教えてください。きっかけは、まず自分でもちょうどその前の仕事を辞めたばっかりで、その頃結構もう躁うつがあって、仕事を探して就職しては続かず、辞めて引きこもるっていう、それを繰り返してるちょうどタイミングで、じゃあ次何やろうかなって考えてたら、そのもやもや探検のルンさんの広告が目に入ってきて、なんか自分のモヤモヤも解消できるし、次にどういう仕事をするかっていうのも、こういうことが仕事にできるんだったらぜひやってみたいっていうので入りましたね。その時からだからもうなんか入ることは最初から決めてたみたいな。そうなんだ。そうですそうです。体験会に最初みんな参加するじゃないですか。その時にもう多分ほぼほぼ決めてたと思います。はい。やりたいっていう。そっか。じゃあスクールに参加する前のかなこさんの心の状態って、もう具体的に言うと、躁うつっていうふうにね、言ってくれてます。どんな感じだったんですか？具体的には自分の普段なんだろうな、その仕事にちゃんと出勤日を守っていけないとか、当たり前に人がやってることができない自分にしかフォーカスが向いてなかったから、気持ち的にはとにかく情けない、自信がない、自分が嫌い、苦しいっていうような負の感情がもう悶々としてる感じの状態でしたよね。ただそれは外に出したくはないものだったから、そのグループコーチングだとかそういう個別コーチングでも場でそういう振る舞いっていうかオーラを全く出さないというか、だから周りの人にはあんまり分かりづらいだろうなっていう感じだけど、いっぱいそういう感情はありましたね、入る前。なるほど。それで、もやもや探検コーチ養成スクールに参加して、個別コーチングとかグループコーチングを受けていくうちに、どういうふうに変わっていったんですか？今何ヶ月目ぐらい？今、2、3、4。ちょうど4ヶ月目ですね。どのぐらいの時期に、変わったなって思いました？大きく、変わったなって思ったのは、2ヶ月経ったぐらい。もう1ヶ月目からだいぶ変わってはいたけど、2ヶ月経つとやっぱりはっきり、なんか引き寄せっていうか奇跡が起こり始めてるみたいなことがやっぱり出てくるんで、これは絶対自分が変わったから起きる現象も変わってるんだっていうのを自覚しだしたのは2ヶ月くらいですかね。どういうふうに変わりましたか？やっぱり心と行動を一致させることができるから、今まで躁うつの人ってよくあると思うんですけど、うつの人とか焦りがとにかく不安とかが自分ができない、うまくいかないから、それで不安なせいでなんとかしなきゃなんとかしなきゃっていう焦りがとにかく心の中心にドーンってなんか居座ってる感覚があって、それをなんとかしたいっていうのがずっとあったんですけど、それが徐々にその焦るから自分を休ませてあげることっていうのができないんですよ、家にいるのに。なかなかこうやってやってるけど本当はやらなきゃいけないことがあるんじゃないのとか、こうした方がいいんじゃないのっていうのがなんか湧いてくる感じがあって、なかなかうまく仕事を辞めて家にいるのに
うまく休めないとか、精神的に自分で自分を責めちゃうとかっていうことがあるし、夜やっぱり不眠になったりするから、昼間頭がぼーっとしたりとかして頑張ることもできないし、なんか休むこともできないし、なんか眠いみたいな、そんなきついメンタルもきついし体力的にもきついしボロボロみたいな、そういう感じだったのが、心と行動を一致させるときに阻むモヤモヤを解決していくと、なんか自分はその思考が転換してくれたっていう感じで、自然と自分は次に行動するために頑張るために今エネルギーを蓄えるために休んでるんだから、休んで OK っていうのを自分に初めて許してあげられるようになったのが大きくって、あとそのやらなきゃいけない、やりたい、have to とか want to がまあ 100% 一致してればいいんですけど、それが分かんないけど、とにかくやりたいことはあるのにできないって思いが強かったのが、さっきの方向が変わったみたいに、それもまたやらなきゃいけないこと、今日中にとか、今日絶対やらなきゃいけないことなんて本当は存在してないじゃんって自分でやりたいことっていうのはあるけど、絶対これやらなきゃいけないじゃなくって、本当は明日でもいい、明後日でもいいし、明後日でもいつでもできることだよね、じゃあ休んで OK だよっていうのを思えるようになった、心から思えるようになってからすごく楽になって、そっからすごくなんだろう、自分に優しくできるようになってきたかな、前よりもっと、っていう感じですかね。よかったです。はい、ありがとうございます。じゃあもしそれもやもや探検コーチ養成スクールに参加してなくて一人のままだったらどういう状態が考えられますか？その一人の時とそのスクールでコーチが一緒にいるのとどういうふうに違うっていうか。もし入ってなかったらあれがずっとあったと思うと最悪で絶望ですね。なんか本当に苦しいのがずっと続いてただろうなとか思うと、やっぱ一人ではどうにもできない自分のモヤモヤの変えていき方っていうのを、やっぱりそのルンさんのコーチングだったりでポンってなんか軽く投げても、じゃあこうしたらみたいな感じで提案してもらったことが意外とやっぱり自分の中には湧いてこないアイディアだったりとか、したし、個別コーチングのコーチでもそうだけど、やっぱりこうしてみようかしてみようかって一緒に話している方が選択肢が広がる、自分の中から出てくるものだけじゃないから、すごくそのフィードバックのおかげで、もやもや解消がやっぱりすごく早かったし、っていう、だから入ってなかったらもう絶対やばかったのは確かですよね。なんかずっと一人で頑張って一人でヘロヘロになってっていうのが、やっぱり簡単に人に助けを求められる環境っていうのがあるから、一人で頑張らない方が絶対いいなって今は思いますね。入ってよかったっていう感じです。はい、ありがとうございます。はい。かなこさんの未来の、将来の夢ってどんなんですか？将来の夢、すごい恥ずかしいけど堂々と言っちゃってますけど、ずっと変わらなくって、なんか知んないけど昔ハワイに旅行したことがあって、その時にホテルに泊まったのがあまりにもなんかすごい気持ちよかったんですよね。その気候が自分にぴったりで、もう外でどんな活動してても何やっててもここ気持ちがいいなっていうのがあるから、将来の夢は
ハワイじゃなくてもいいと思ってるけど、海辺のマンションに住んで、高層マンションに住んで、朝日が当たるベランダとかで、もう普通に何か飲み物飲んでたりとか、部屋の中でヨガしてたりとか、なんか自然を感じる生活をすることっていうのが、そういうところに住むっていうのがまず1個目の夢で、2つ目は、ルンさんと同じように、自分の行きたいところに旅行に行ってみたいっていうのがあって、やっぱリゾート地が好きだろうから、そういう海辺の街に旅行して好きなスポットを見つけてみたいとか、そういうことを全部叶えたいから、しっかり稼ぎたいっていうのもありますね。そういう感じです。はい。いいですね。きっと叶いますよ。ありがとうございます。はい、叶えます。ありがとうございます。じゃあ最後に今見てくれてる方に自由にメッセージをぜひお願いします。はい。そうだな。みんなやっぱり私と同じようにもううつの人も多いと思うし、そううつも同じように多いと思うし、私は大人の発達障害があるって分かってたけど、そのせいで余計に自分を責める癖っていうのがあったから、ここは病院じゃないからその病気を治しますよっていうことではないけど、自分を好きになることができるのがもやもや探検だと思うから、少しでも興味があったらやっぱ勇気を出して、知る努力、なんか今自分がどうしても変わりたいけど変われない人がすごくたくさんいると思うから、そこに阻むモヤモヤってなんだろうっていうのを探すために、助けてくださいっていう感じに、協力してほしいですってえいって飛び込んでほしいというか、そんな感じですね。あなたは一人で頑張らなくていいって言いたいです。みんな。ありがとうございます。大人の発達障害っていうのは ADHD ですか？そうです、そうです。ADHD で、なんか、私が知ったのは、なんか娘の問題で、小学校に行った時に学校心理士の先生と話をしたんですけど、その先生が言ってる、発達障害の子どもたちの特徴が娘というよりは自分にあまりにも当てはまるものが多かったんで、そうですね、私の方がそうだと思うって言ったら、よく気づかれましたねって言われたんですよね。で、その時習ったのが、その ADHD っていうものは、それだけで存在するものではなくって、例えば自閉症を一緒に持ってるとか、学習障害 LD っていうのも一緒に持ってたりとか、アスペルガーだっけな、とかもなんか一緒になんか一つで持ってる人はいないですよって教えてもらったから、じゃあ私がこういう勉強の仕方だったりなんだったりとか、いろんなもやもやちっちゃい頃から不思議だった、なんで人と違うんだろうとか思ってたことはこれだったんだなっていうのがそこで分かったというか、ですね。はい。そっか、私もなんか自分なんか病院行った時にADHD かもしれないから、なんかネットで、チェックできるようになるからやってみてくださいって言われて、そしたら思いっきり、当てはまりますね。ありますよね。みんななんか意外と気づいてないけど多いのかなっていうのもあって、ただその前までは自分の中で、大人の発達障害だからこれができないとか、だからこうだっていうなんか固定観念みたいなのが自分の中にずっとあってたんだけど、それがやっぱりモヤモヤ探検してくると、
なんかいつの間にか消えてなくなってたんですよね。その大人の発達障害だからっていうのがもうなくなっちゃって、そんなこと関係なく好きなこともできるし、やりたい時にやりたいことができて当たり前なんだっていう、だから自分にとってそれが障害にならなくなった。大人の発達障害は好きなことをするため、自由に生きるための障害には全くならないって思えたっていう感じですね。今は本当に思ってます。よかったです。それをなんかみんなにも感じてほしいなってすごい思ってて、だから何々発達障害だから何々ないってなるとない方にばっかり目がいっちゃうから、そうじゃなくってもやもや探検して宝を見つけて、それを自分の本当の望みをちゃんと行動で叶えてあげるっていうのをどんどん続けるだけなんかないから、ある思考に多分他のコーチたちも言ってると思うんですけど、受けた人たちはないっていうところから自分にはこんなこともできる、これがある、こういう才能がある、こういういいところがあるっていうのをどんどん見つけられるから、もうそう大人の発達障害は全く自分にとっての障害じゃなくなるだろうなって、思ってます。みんな誰でもその持ってる人誰でもがそう思えると思います。やるともやもや探検やると。はい。ありがとうございます。じゃあ、かなこさんでした。パチパチパチ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なぜ心理学を学ばなくても、もやもやに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。